前回は移動チューブが完成してくれた。あとは延長するのみね。それと入り口を増やしつつ、ハムスターの設置だな。効果が出ると良いけども、あとは気体クーラーによる熱移動も効果を発揮してくれた。雪塩水の周辺の冷え込みが半端ないからね。あんなもん凍るしかないよな。そうね。さて、今回はどうなるやら。そんなわけで今回も行ってみよう。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。祝チャンネル開設1周年記念。いやー、ついにここまでたどり着きました。長かった。死ぬかと思った。そういうわけで進まなくて申し訳ないですが、コロニーの概要確認と振り返りをしてみたいと思います。ぶっちゃけ毎回、締め切りに追われて自分の動画を確認することさえできない日々でしたので、何をしてきたのかをまとめても良いかな、と。総集編の動画を利用しつつ、過去を振り返ってみましょう。では、早速。まずはコロニーの概要だな。なんかドキドキするわね。そらそうだろ、テストの答案を返してもらうようなもんだぞ。まずは酸素生産ね。いきなり跳ね上がってる。タイミング的にはメガネっこシステムを動かしたあたりかな。あれはでかかったからね。熱水間欠泉の援護も大きかった。そうだな。そして酸素消費はそこまで大きく変わってない。人員が増えたタイミングでしょうね、多分。カロリー生成と平均電力生産。カロリーは、なんだろう、跳ね上がってる点があるわね。200サイクルくらい前かな。小麦農園はもう少し後だよね。だと思うけど、電力生産は水素化してから大きく伸びてるな。まああれはチートみたいなもんだからね。平均電力消費がキモいんだけど。なんだこりゃ、どういう推移なわけ？常に電力は消費してるはずなんだけどな。お次は合計移動時間ね。いやー、これは明らかにまずいよな。伸びすぎ。逆に平均労働時間が減っているのは嬉しい。休憩を1時間増やしたせいかね。ストレスは、思ったよりも高いな。まあ大やけどさせたからね。それでも破綻レベルじゃないのが怖い。ストレス解消は、何もしてないけど機能してるわね。なんだろうな、うまくバランスが取れているのかな。正直、ストレスはコロニー崩壊の合図だから、ここまでハマってくれていると助かるわ。ざっくり見てみましたが、皆さんの採点をお待ちしています。赤点、バックコイ、未プレイの方、初心者の方、遠慮なく気軽にコメントで採点してください。なんとなく落第とかでも歓迎です。よろしくお願いいたします。よくわからないので助けとかはなしの方向で。お次はスキルを見てみるぞ。久しぶりな気がする。第2世代までは興味があるスキルの習得が終わっているな。そうなんだけど、前も触れたけどロケット関連のスキルホルダーが女性2人ってのが痛いわ。別に性差別する気はないんだけど、まんべんなく動いてほしいんだよな。今作では男女で格差はないと思うけども、検証していないからなんとも言えない。正直、マックス隊員あたりは完成しているようにも見えるわ。第1世代は完成していると見ていいだろう。あとはどのスキルを持たせるかだな。こうして見ると結構、偏ってるわね。わずか8名で長々と回したからな、致し方ないんじゃないだろうか。あまり隊員の存在が大きく見えるわね。実際に第2世代のエースじゃないかね。そうね。当チャンネル初の移動チューブ利用が見える件について、みんな、どんどん使ってるわね。経路探索では優先気味なんだろうな。この辺のアルゴリズムは相当に複雑だから触れないけども、日本人には向かないプログラムだと思うな。でしょうね。こういった対処療法は欧米の得意技だからね。日本のゲーム開発は見える地雷をどう処理するかだが、欧米は見えない地雷をどう踏ませるかだからね。じゃあ振り返りを始めようか。なんかドキドキするわね。第1回はトイレと水場の確保で終わったな。実はこの動画だけシーンチェンジなしで作ってあるのよね。これは大昔の欧米のテレビドラマでやってた実験企画の丸パクリでした。意外と見やすいんだけど、収録が大変でね。多分もうやりません。3回ぐらいリテイクしたはず。第3回では電力を確保したっけ？これが後々までコロニーを支えてくれたな。ハムスターは偉大だわ。そして社員バグ農法の第5回。これって結構、重宝したわよね。意外とカロリーに貢献してくれた。この頃からこんな馬鹿げたことやってたのね。種の頭の中身は変わらんからな。そして雪塩水を掘り抜いた第6回。有識者さんはこの時点で終わったのに感づいていただろうな。居住区の近くにこんなもんが埋まっているとはね。おかげで熱問題は棚上げが可能になってしまった。そしてマックス射殺指令というパワーワードが出た第9回。思えばここから食中毒菌との戦いが始まったんだな。オキシ序盤では避けて通れないからね。食中毒。そしてトイレの故障が発覚した第17回。これについては今でも謎のままね。バグで下では済まない話だと認識してるからな。セーブデータは消していないはずなので、追加調査も可能なのですが、やりようがないんだよな。同様の症例を探すしかないでしょうね。
そして第20回。このタイミングで天然ガス発電に切り替えたのね。長いこと故障もせずに動いてくれてるな。そしてサンドボックスが面白くなった第21回。天然ガスの液化実験だな。この実験会は思いのほか反響があったわ。コメントも多数、頂戴したしな。まさか安定動作させてる方が来てくれるとは思わなかったわ。あれには驚いた。安定するのかってレベルの驚きだったからな。そしてプチバズりした第22回。ここに移動、が追加されるという一大事だったな。あれには驚いたわ。しかも使いこなしている猛者までいる始末。上から落として垂直移動とかもはや達人の発想だよな。この辺で液体クーラーの単体稼働に挑戦してたのね。そういややったな。あの場所だったか。そして蒸気タービンと液体クーラーの丸ごとシステムが完成したのが第24回か。ついでにピップ族のどんぐり実験で間違った結果をつかんだ回でもあるわ。これについては、3度で生成したからその時点でどんぐりが埋まっていたんだろうと解釈してます。他に考えられない。そして視聴者様からのアイデアで小麦農園に着手した第28回。これのおかげでトーコロニーは美食の都となったわ。ありがたいことだ。食堂はうまいうまいの大合唱だからな。そしてハンピー君と酸素生成が活躍しだした第29回。ここは大きかったな。酸素生成が切り替わった瞬間だった。これのおかげで永住が見えたわね。そしてレイムさんがやさぐれてしまった第36回。雪水間欠泉が発見されたわ。酒持ってこいとか言ってるな。言いたくもなるでしょこんなの。タプタプコロニーが完成した瞬間である。そしてハイドラ姉さんの名前が出た第40回。結局はロドリゲスおじさんに来てもらったけどな。メガネっ子システムね。うるさいぞ。しかし今となってはコロニーの安定に欠かせない施設ね。ロドリゲス。あの充実っぷりはすごい。素人が適当に作っても安定するからな。考案者様に感謝を。そしてレイムさんの暴走からスタートした第43回。あの出来事はまだ納得してませんからね。根に持ってるな。隙があればムキムキにしてくれるわ。そして宇宙進出が視野に入った第46回。3度で実験を始めたタイミングね。この施設はとりあえず作っておけば実験に使える。実際にやってみないと隕石の脅威なんかはわからないからね。あれには参ったよ。3度の施設がボコボコにされたからな。あれは熱のせいもあるけどね。そして太陽光を誘導してみた第50回。一見、何の意味もなさそうだけれども。そこが良いんじゃないかね。思ったよりもきっちりしていて実用に足りそうではあるけどね。発電には向かないだろうな、やはり。資源の浪費なしで発電できるのは強みなんだけどね。気体クーラーの調査を進めた第52回。意外にも動画1本程度のネタになってたわね。もっとあっさりした情報で終わると思ってたんだけどな。深掘りに耐える情報をお持ちでした。さて、ここまで駆け足でこの1年の実況を振り返ってみました。まだまだ編集技術もプレイ内容も未熟ですが、継続できるよう頑張ります。よし、じゃあ締めましょう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。